今回は24年シーズン開幕戦特集後編。前編に引き続き神スケジュールとなっている9月の開幕戦の見どころを NFL マニアスの視点でご紹介していきます。まだ前編を見ていらっしゃらない方はぜひそちらから見ていただけるとより楽しめることと思います。昨年23年のドラフト全体1位のブライス・ヤングを QB に据えて戦いましたが、2勝15敗という NFL ワーストの成績に沈んでしまったパンサーズ。レイダースから新たな先発 QB デレック・カーを迎え入れ NFC 南地区の王者へ返り咲くために奔走しているセインツ。開幕から2勝分の価値があると言われている同地区対決で激突する両者の戦いはセインツのホームシーザーズスーパードームで開催されます。2勝15敗、パワーランキング最下位、得点31位、失点29位と近年最も悪い成績に沈んでしまった昨年のパンサーズ。一番の原因は23年のドラフト全体1位で獲得した QB ブライス・ヤングが機能しなかったところでしょう。とは言いつつ彼単体で悪いのかというとそうでもなく、62個という NFL ワースト2位となる QB サックを許したオフェンスラインも大きな原因の一つでしょう。ほとんど自分のペースでプレーができないヤングだったのですが、今年のオフシーズンはドルフィンズから NFL トップガードの一人であるロバート・ハントを獲得。昨年ヤングを獲得するために上位ドラフト指名権を差し出していたチームは主にトレードで戦力を補強。中でもスティーラーズから獲得したレシーバーのディオンテ・ジョンソン、シーホークスから獲得したランニングバックのラシャード・ペニーらのアタッカー陣は昨年生み出せなかったテンポ感をもたらしてくれるかもしれません。得点力9位、失点数8位となかなかの好成績を残しながらも最終成績9勝8敗で地区優勝を逃してしまったセインツ。内容は悪くないながらに勝利につながらなかった部分は少し残念だったところ、昨年のセインツは大きな連勝と連敗はなく安定感はあったように思います。QB のデレック・カーは17試合に出場し3878ヤード25タッチダウン8インターセプションと、もちろんさらなる成績は望みたいところですがそこまで悪くなかった印象。とは言いつつ最後のフィニッシュを確実に決めきることが昨年以上に勝ち星を伸ばす鍵となるでしょう。このオフシーズンはディフェンスの補強はちょこちょこ行っているものの基本的にはおとなしい印象。チームをより成熟させて新シーズンに臨むといった形なのではないでしょうか。昨年 NFL 最下位に沈み復活をかけたパンサーズとあと一歩で地区優勝を逃してしまったセインツの激突という構図。まず最初の見どころはこれ以上ないところまで落ちてしまったパンサーズのこのオフシーズンの補強がどのように機能するかというところ。セインツとしては強固なディフェンスを武器に淡々と勝ちをもぎ取ることができるか。いきなりの同地区対決は南地区の今シーズンを占う一戦となりそうです。長年チームを引っ張ってきたカーク・カズンズを放出しチーム解体そして再建に乗り出したバイキングス。22年の躍進を経て先発 QB のダニエル・ジョーンズと大型契約延長に乗り出したにもかかわらず彼の離脱で思ったような成績が残せなかったジャイアンツ。お互い消化不良の23年を過ごしたチーム同士の対決はジャイアンツのホームメットライフスタジアムで開催されます。昨年のバイキングスは7勝10敗、一昨年の13勝4敗で地区優勝と比べてしまうと23年は決して順調なシーズンだったとは言えないでしょう。大きな原因の一つは QB のカーク・カズンズの負傷離脱。そしてこのオフシーズンはそんなカズンズを放出し新たな時代に進もうとしています。カズンズの放出、そしてエースエッジラッシャーのダニエル・ハンターの放出でも分かるようにこのオフシーズンの動きはベテランを放出し若手を獲得するといった分かりやすいもの。そんな中でも印象的だったのは昨年 12.5 サック22クォーターバックヒットを記録したパスラッシャーのジョナサン・グリーナードの獲得。何度も議論されてきた新たな先発 QB にはおそらくドラフト全体10位で獲得した JJ マカーシーが現時点では有力。 NFL 最強のワイドレシーバーの一人ジャスティン・ジェファーソンをマカーシーがどのように生かすかに勝利の鍵がかかっていそうです。ファンの大きな期待を背負って始まった今シーズンですが終わってみれば6勝11敗と非常に苦しんだシーズンを送ったジャイアンツ。チームの中心である先発 QB のダニエル・ジョーンズがわずか6試合の出場にとどまってしまったのが最大の原因と言えるでしょう。そしてもう一つ思い返してみれば昨年の開幕戦ジャイアンツはカウボーイズ相手に40対0というシャットダウンで敗戦。開幕戦から大ダメージを食らい開幕からの6試合を1勝5敗と完全にスタートダッシュに失敗してしまいました。
このオフシーズンはトレードでパンサーズのエッジラッシャー、ブライアン・バーンズ、ドラフト全体6位でカレッジトップレシーバーのマリク・ナバースを獲得するなど楽しみな選手が増えた印象。昨年の悪夢を繰り返さないためにも開幕戦は非常に重要な一戦となりそうです。昨年は対戦がなかった2チーム、お互いチーム改革を続けている状況で戦力は拮抗しているのではないかなと思います。例年通りであればバイキングスのパスオフェンス、ジャイアンツのダニエル・ジョーンズを使ったデュアルスレッドのオフェンスのぶつかり合いが楽しみの一つ。果たして新シーズンのスタートで両チームがどのような姿を見せるのか注目したいところです。長年チームを支えた先発 QB を放出し、ルーキー QB をはじめ新たな戦力の育成を行った昨年のレイダース。ここ2年右肩上がりだった状態から後半戦の9試合で1勝8敗と大失速してしまったチャージャーズ。 AFC 西地区の絶対王者チーフスの対抗馬として存在感を示さなければならない両チームの同地区対決が開幕戦から実現。舞台はチャージャーズのホームソーファイスタジアムで行われます。昨年のレイダースはシーズン途中からルーキー QB であるエイダン・オコンネルが先発に座り、そこからは比較的安定した印象。シーズン初めにはベテランのジミー・ガロポロを先発に据えていましたが、結局彼は定着できませんでした。24年シーズンは昨年コルツのバックアップとして活躍したガードナー・ミンシュを獲得。ルーキーのオコンネルも悪くはなかったため、この開幕戦でどちらが先発に座るかも見どころの一つでしょう。昨年の失点数は NFL9 位とそこまで悪くない状況。ドルフィンズからリーグ屈指のディフェンシブタックルであるクリスチャン・ウィルキンスを獲得。あとはエースレシーバーのダバンテ・アダムスを中心にオフェンスが躍動すればさらなる高みを目指していける状況ではないでしょうか。まさかの5勝12敗に終わってしまった昨年のチャージャーズ。特にシーズン中盤に QB のジャスティン・ハーバートが負傷してしまってからは一気に崩れ、ラスト9試合で1勝8敗を喫してしまいました。このオフシーズンはチームの主力レシーバーたちを放出。今まで培ってきたスタイルに24年は変更が起こることが予想されます。毎年ハーバートがハードタックルによって負傷してしまう状況を打破するべく、このオフシーズンはオフェンスラインを強化。ドラフト全体5位でノートルダム大学のオフェンシブタックルジョー・アルトを獲得。なんといっても今年はカレッジフットボールで名将の名を轟かせた元ミシガン大学のヘッドコーチジム・ハーボーがヘッドコーチに就任。主力選手であっても新たな指揮官の下では再度アピールが必要となってきそうです。同地区の宿敵のライバル王者チーフスを追いかける存在として毎年熾烈な争いを繰り広げる両チーム。どちらのファンもこの相手には絶対に負けたくないと思っていることでしょう。それがゆえに非常に熱い試合になると予想されるこの一戦。昨年の戦績は1勝1敗の五分。どちらが勝ってもおかしくないライバル同士の一戦は激アツです。スタートダッシュがあまりうまくいかなかったものの終盤戦に追い上げを見せたブロンコス。同地区の絶対王者 49ers の対抗馬として奮闘しながらも惜しくも9勝8敗で地区優勝、そしてプレーオフ進出を逃してしまったシーホークス。チームを完全に新しいものへと生まれ変わらせようとしているブロンコスがシアトルに乗り込むこの一戦。世界一のクラウドノイズと言われているシーホークスのホームルーメンフィールドで両チームが激突します。昨年のブロンコスは何といっても開幕3連敗からのスタートだったのが痛かったでしょう。さらにウィーク3のドルフィンズ戦では20対70という歴史的大敗。ここで完全に折れてしまうかと思われたのですが、その後ゆっくりではありますがチームは復活。中盤戦には5連勝を見せるなど浮き沈みが激しかったシーズンのように思います。今年はチームの復活を託した QB のラッセル・ウィルソンを放出。後任にはドラフト全体12位で獲得したオレゴン大学のルーキー QB ボーニックスが座ると予想されており、新しい形での再出発となりそうです。ウィルソンの放出で NFL 史上最高となる85ミリオンのデッドサラリーキャップヒットを背負ったブロンコス。このオフシーズンはサラリーキャップの整理に追われており、補強もバンバンできるといったわけではない状態。非常に台所事情は厳しいですが、逆を言えば若手を中心に進んでいくしかない状況はチーム的には目的がより明確になったかもしれません。一方のシーホークスは一昨年先発に定着した QB ジーノ・スミスを中心にそこまでメンバーを入れ替えることなく開幕戦に向かいそうです。
最も大きな変化といえば、実に14年もの間、チームのヘッドコーチを務めてきた名将ピート・キャロルが勇退したことでしょう。アドバイザーとしてチームに残ると言われていますが、フィールドに彼の姿がないことは、シーホークスの新時代の幕開けと言えるでしょう。強烈なレシーバーを揃えているチームですが、昨年はどこか彼らのポテンシャルを生かしきれなかった印象。昨年先発を務めた3人のオフェンスラインマンを放出してしまったシーホークス。ジーノ・スミスを守る盾が開幕戦でどのような活躍を見せるのかは、試合の展開を大きく左右するかもしれません。昨年は対戦がなかった両チーム。チームを解体したブロンコスは、正直どのような姿に生まれ変わるのか未知数。シーホークスは、新しいオフェンスラインがどのように機能するか未知数。開幕戦の中でもどうなるかがなかなか予想しづらい一戦でありますが、逆を言うとそこが一番の見どころとなってくるかもしれません。12勝5敗で NFC 東地区を制し、プレーオフ第2シードを獲得しながらも、初戦で敗退してしまったカウボーイズ。先発 QB、エースランニングバックなどの離脱という苦しい状況の中、素晴らしい戦術でプレーオフまで進んだブラウンズ。昨年のプレーオフ進出チーム同士の戦いは、ブラウンズのホーム、クリーブランドブラウンズスタジアムで開催されます。昨年最強の得点力を誇ったカウボーイズ、さらに失点数も5位。スタッツだけで見れば、スーパーボウルに進んでもおかしくなかったチームですが、プレーオフになるとどうしても調子を落としてしまう印象。先発 QB のダック・プレスコットは4516ヤード36タッチダウンを挙げ、5年ぶりのプロボウルにも選出されました。さらに期待の星から NFL 最強レシーバーの一人へと成長した CD ラムはキャリアハイの1749ヤードをキャッチ。エースランニングバックのトニー・ポラードを放出してしまいましたが、基本的には NFC 東地区の優勝候補筆頭ではないでしょうか。あとはプレーオフでの負け癖を改善できればさらなる高みを目指せそうな雰囲気。プレスコットの契約延長イヤーとなる今年、昨年以上の爆発的な活躍を見せるか注目です。最優秀守備選手賞、カモバック賞、コーチオブザイヤーなど、オフシーズンのブラウンズは、昨年の粘り強い戦いが評価され、いくつもの賞を受賞しました。昨年は、シーズン早々にランニングバックのニック・チャブが離脱。さらに中盤には先発 QB のデショーン・ワトソンの離脱があったにもかかわらず、最終成績11勝7敗という素晴らしい成績を残しました。特にディフェンスは、最優秀守備選手賞を獲得したマイルズ・ギャレットを中心に、踏ん張り続けたといった印象。なんといってもブラウンズは QB であるデショーン・ワトソンが本来のパフォーマンスを見せるかにかかっていそう。怪我人も戻ってくるオフェンスがどのような姿を見せるかがまずは開幕戦のキーポイントでしょう。昨年レギュラーシーズンに素晴らしい成績を残した2チームの戦い。戦力的にはカウボーイズ優勢という感じもしますが、戦うのはブラウンズのホーム。カウボーイズからすれば厄介な相手と開幕戦から当たる印象。昨年以上の成績を目指すブラウンズとしては地の利を生かしてスタートダッシュを決めたいところでしょう。4勝13敗と大きく負け越してしまい、さらに強みだったディフェンスも崩壊してしまった昨年のコマンダース。トム・ブレイディが引退し、新たな QB ベイカー・メイフィールドと共にプレーオフ2回戦まで進んだバッカニアーズ。再起を誓うチームが NFC 南地区王者のホームへ乗り込むこの一戦は、まだまだ熱さが残るバッカニアーズのホームレイモンド・ジェームススタジアムで開催されます。強烈なディフェンシブラインを持つコマンダースですが、昨年は失点数が NFL ワーストの32位。新しいヘッドコーチとして招聘したのは守備のスペシャリストであるダン・クイン。まずは守りからと本人が語るように、このオフシーズンにはベテランラインバッカーのボビー・ワグナーを獲得。カウボーイズやイーグルスといった強烈なオフェンスが揃う同地区において安定感を得るような動きを見せています。オフェンスは何といっても昨年 NFL ワーストの QB サック数を献上してしまったオフェンシブラインの改造が急務。今年はドラフト全体2位で23年のハイズマントロフィー受賞者である LSU 大学の QB ジェイデン・ダニエルズを獲得。順調にいけばこの試合が彼のデビュー戦となり、一つの大きな見どころとなるでしょう。昨年9勝8敗で NFC 南地区を制したバッカニアーズ。レギュラーシーズンは混戦で、そこまで調子が良いと感じなかったのですが、プレーオフに入ると、自慢のパスオフェンスを中心にしっかり初戦を突破したといった印象でした。チーム2年目となる QB のベイカー・メイフィールドは、昨年完全復活を遂げたと言って良いでしょう。キャリア最高クラスの成績を残し、今年はさらなる活躍が期待されます。
NFL 記録となっているデビューから10年連続の1000ヤードキャッチを記録しているエースレシーバーのマイク・エヴァンス。放出の噂も出ましたが、最終的にチームと2年間の契約延長に合意。ディフェンスも失点が少ないバッカニアーズ。さらなる高みを目指すためには、各ポジションが昨年以上に成熟していくことが求められそうです。昨年は対戦がなかった両チーム。基本的な構図はバッカニアーズのパスオフェンス対コマンダースのディフェンスというところから展開はスタートしそうです。 NFC 南地区の王者であり、ホームで開幕戦を迎えるバックスが有利なことに変わりはないですが、コマンダースのルーキー QB ジェイデン・ダニエルズがサプライズを起こすことにも大いに期待したいと思います。昨年の終盤を7勝1敗と驚異の追い上げでプレーオフに滑り込みで進出したラムズ。弱小チームと言われ続けた過去を払拭し、 NFC のカンファレンスファイナルまで進む躍進を見せたライオンズ。先発 QB の2人に深い因縁がある両チーム。昨年のベストゲームの一つとなった両チームの対決が開幕戦から実現。プレーオフワイルドカードラウンドの再戦となるこの試合は、場所も同じライオンズのホームフォードフィールドで開催されます。昨年のラムズは前半戦の調子が悪く、後半戦に一気に復活したという分かりやすかったシーズンを過ごしました。最も大きな原因は多くの怪我人が戻ってきたことでしょう。逆を言えば、しっかり主力選手たちが出場できれば勝つことができるチームと言えるのかもしれません。このオフシーズン最大の出来事といえば、 NFL 史上最高のディフェンシブラインマンと言われたアーロン・ドナルドの引退。まだまだプレーできそうではありますが、引退を決断したドナルド。ディフェンスにぽっかりと開いてしまった穴をどのようにチームが埋めるのかは一つのポイントでしょう。大ベテランとなった QB のマシュー・スタッフォード、ルーキーレシーブ記録を更新したプカナクアを中心に得点力8位のオフェンスでまずはスタートダッシュを決めたいところ。誰がここまで強くなるか予想できたでしょう。そう言えるほど長い低迷期の中にいたライオンズですが、21年にダン・キャンベルがヘッドコーチに就任して以来、根気強く育ててきた若手選手が昨年はついに爆発した印象。エースレシーバーのアモンダ・セイント・ブラウンはキャリアハイとなる1515ヤードをレシーブ。さらにルーキータイトエンドのサムラ・ポルタは889ヤードをキャッチし、新人王争いにも加わりました。このオフシーズンは QB のジャレッド・ゴフとの契約延長をはじめ、主力選手の引き止めに動き、補強としてはそこまで大きな動きはありませんでした。生え抜きで育ててきた選手たちがさらなる成長を見せれば、今年こそ悲願のスーパーボールへと駒を進めるかもしれません。ラムズの QB マシュー・スタッフォード、ライオンズの QB ジャレッド・ゴフ。この2人は21年に両チーム間でトレードされた選手。お互いチームの象徴的存在だったため、昨年相手チームとして対峙した時はドラマチックな瞬間となりました。時を経て新しいチームの顔になった2人の対決は、今年もこのマッチアップの大きな見どころでしょう。先発 QB として迎えたアーロン・ロジャースがまさかの開幕戦でのシーズンアウトという悲劇に見舞われてしまった昨年のジェッツ。NFC において頭一つ抜ける戦力を保持し、惜しくも敗れてしまいましたが、スーパーボウルまで進出した 49ers。 ウィーク1のラストを飾るゲームはアーロン・ロジャースの復活とともに NFC 王者 49ers のホームリーバイススタジアムで開催されます。前述した通り、開幕戦でのアーロン・ロジャースのアキレス腱断裂からのシーズンアウト。昨年はやはりこれがジェッツにとって最も大きな打撃となりました。素晴らしい若手が揃っているディフェンス陣は失点数12位と安定していましたが、期待していたオフェンスが得点29位とロジャースの影響をもろに受けた形に。そんなロジャースですが、リハビリは順調に進んでいると報道されており、現時点では開幕から復活できる見込み。現在の NFL において最も多くの栄光を手にしてきた大ベテラン。2010年代のオールディケイドチームにも選出されている彼の復活がチームにどのような影響をもたらすのか。なんといっても今年のジェッツはまずはそこからスタートしていくことでしょう。昨年スーパーボウル制覇まであと一歩と迫った 49ers ですが、敗れてしまったものの NFC で見れば今年も圧倒的優勝候補の一つと言えるのではないでしょうか。3年目を迎える QB ブロックパーディは昨年フルシーズン戦えることを証明し、 NFL トップのタッチダウンパーセントを記録しました。エースレシーバーのブランドン・アイユークをはじめ、個性あふれるレシーバー陣、さらにラッシュ王に輝いたランニングバックのクリスチャン・マキャーフリーなどタレント揃いのオフェンス。フレッド・ワーナー、ドレイ・グリーンローのラインバッカーコンビを中心とした強固なディフェンス。基本的に現在の NFL において最も穴のない完成されたチームといった印象。
今年こそ絶対王者のチーフスを破ることができるのかというのがチームの最大の見どころの一つでしょう。昨年は対戦がなかった両チーム、なんといっても最大の見どころはアーロン・ロジャースの復帰戦だというところ。 NFL 史上最高クラスの大ベテランが現在の NFL 最高クラスのチームに対してどのようなサプライズを起こすのかというところが最も楽しみな部分。もし 49ers が難なくこの状況を跳ね返せば今年もリーグの主役として輝いていきそうです。